鎌倉というすごい文化的伝統的な地とメタバースというある種最新鋭のカルチャーを掛け合わせたっていうところがまず面白いなと思いますし、そういったところで新たな文化というかカルチャーが今後育っていくんじゃないかなと思っております。反則とかオンライン、認知させるとかそういった場合に関しましては今現状だとですね Web2 のウェブのマーケティングの力がないと何も成し得れないってことなんですよね。ご自身のビジネスとかこれから皆さんが何をしたいかっていうところも踏まえてですねちょっと聞いていっていただきたいなというふうに思っています。名前が花輪かな子です。普段は美術館のスタッフをアルバイトとしてやりながらアート活動、絵を描いて活動しております。ライブペイントしていたそういうリアルでアート楽しめる空間を作ることもできるし、各々が場所を問わずここに集結できるっていうのは魅力的ですよね。それは作れたらいいなって思います。本当にいろんな背景で参加されている方がたくさんいらっしゃるので、ここからももちろん刺激もらいつつ何か作れたらなと思います。中田義則です。職業は飲料メーカーの製造部門エンジニアをやっております。製造にそういったメタバース空間が活かせないかとか、設計をそういったメタバース空間でもっと効率よくできないかとか、なかなか仕事の中で腰を据えてメタバースとか NFT とかを勉強する時間がないんで興味を持ったというところですね。名前が小成ゆかと申します。で仕事はですね、普段製造業の食品メーカーで、DX という部署で働いてます。やっぱりメタバースの世界、今知ってる私の情報でいくと、食ってやっぱ人間の体があってそこにつながってくるもので、そこにどれだけそういうメタバースの空間とかが入っていけるのかなっていうのをもっと知りたくてですし、そこに世界はあると思うので、まだできてる企業さんだったり団体は少ないと思うので、そういうのをやっていきたいなと思ってます。1日目のグループワークがスペシャルなのメタバース街づくりだったんですけど、ゴミだらけの街を作ってゴミが溢れているところをみんなできれいにしていく街はどうだろうかっていう案が出ました。じゃあ反対っていうことか。きれいな街が汚くなる。こことここの人が同じ人でもいいし、参加した人こっちの方が得意というかちょっと体験してみたい、逆にこっち体験してみたいっていう人で、同じ空間でちょっと違うテイストで参加することがありなんで、同じ街でもやっぱり移り変わりってあるじゃないですか。それが仮想空間の中でも、こちらがもちろん管理しなきゃいけないんですけど、移り変わっていくのは面白いかな。地球を襲来する宇宙人が地球に向かう設定の宇宙船苦しんでいるところをメタバースのこういった異空間を使うことによって解決するっていうところなので、自我がない世界っていうところを具体的に設定して作っていくっていう感じでこのチームからは出しています。参加された方で可能性無限大だとおっしゃってた方もいらっしゃったと思うんですけど、やっぱりご自身の創意工夫次第では今まで誰もできなかった空間の実現は可能かなと。あとやはり皆さんで作るっていうのは結構醍醐味のところからのもので、ここがやはり魅力的な空間だなとは今思っています。私がこのように回っていきますので、こちらの方から順番に私の後についてこの中を歩くのと、皆さんその後について回ってみてください。座禅は私初めての体験だったんですけれども、すごい自分の目のレンズがどんどん真後ろまで見えちゃうんじゃないかみたいな不思議な体験をしました。五感が敏感になったり、音に敏感になったり、自分の呼吸に敏感になったり、考えがすごく研ぎ澄まされていくっていう感覚もたった2日間でしたけどありました。精進料理は都心にいるとですね、意識して食べないとなかなか食べる機会ってないんですけども、この機会にですね食べれて非常に楽しめました。参加させていただく前までは本当に Web3 とかメタバースとか未知で、私なんかが来て大丈夫だろうかみたいな不安な気持ちが結構大きかったんですけど、もうそもそもスタッフの皆さんも参加者の皆さんも温かくて、すごいコミュニケーション取ってくださって、知らないことが恥ずかしいことじゃないみたいなところから始めていただいたので、すごく学びやすかったですし、これまでのマーケティング的な考えもありながらも、そこにどう Web3 の NFT だったりをマッチングさせていくかっていうのが
が非常に勉強にもなりながらも難しいなと思いました。ですがだからこそ今までない新たな価値が見出せると思いますし、その誰かだけが得をするのではなくて、生み出した本人だったり生み出した人たちグループがこういろんなメリットをもたらして、それを受け取る人方もメリットを持てるような、そんな仕組みが自分の手で作れるのじゃないかなっていうのがちょっと見えたので、すごく印象に残ってます。こちらも同じく自分の絵となんですけど、右側の絵はもともと畳の6畳ビいいことがある空間ですねに行くっていう間を表現した絵です。ちょっとコラボしてみました。やれることはたくさんあるのが NFT の可能性なのかなと思っております。アーティストに限らず NFT を通していろんな事業者の方がお客さんとそれぞれの関わり方、新しいコミュニティを作っていくっていうのに、NFT が使われていくと良いかなと思っております。3日目にNFT を出すとすれば、どういうケースでみたいな議論があったと思うんですけども、そこが一番印象に残りました。掲載権をすでに皆さん選択していらっしゃいますよね。そのポイントではあるんですけど、その延長なんですよ。要は考え方としては、仮想通貨もそのイーサリアムという通貨に可能性を感じる。自分はイーサリアムで物をやり取りすることが多い。だからイーサリアムで、その資金の一部を持っておこうみたいに考えてるわけです。NFT は NFT で、そういった空間でのある種のお金を稼ぐ方法としては続いていくと思うんですけど、どっちかというとメタバースの方のコミュニティが今どんどん活性化しているんですね。その世界の人たちがそこで出会って一緒に仕事をしていくみたいな、そんな中で、NFT っていうものが実質的に使われていくような世界になっていくんじゃないかなと思います。自分の中でメタバースをより活用していきたいなとは思います。今食品のメーカーにいて、それこそ国産のものを使ったっていったところにフォーカスしているんですけど、そういったことにアンテナを立ててる方って結構メタバースの世界に踏み入れられてるというか、いろんなことにアンテナが高い方が多いと思うので、そういった方にアプローチしていくにもメタバースの世界って非常に有効なんじゃないか、自分の所属している企業としてアウトプットしていけたらいいなと思ってます。